皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、日本人こそ聖書の民だったというタイトルで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は第5回目、その前半です。テーマは世界が羨む日本の天皇、その2回目、玉音放送に込められた思いです。歴史の授業で古代史は非常にゆっくり時間をかけて学びます。一方、私たちに最も身近に深く関係する近代現代史は超特急ですっ飛ばし、あとは各自読んでおくようにと言われたのではないでしょうか。私は中学生の時も高校の時も同様であったことに、何か意図的に近代現代史を飛ばしているのではないかと思いました。私たち日本人にとって非常に大切な言葉があります。それは歴史的な言葉でした。日本の天皇が直接国民にお言葉を発せられた歴史上初めてのことです。それが昭和天皇の戦争終結宣言、玉音放送です。その内容を毎年終戦記念日に一部だけ切り取られて放送されるだけで、全文を一度も読んだことなく、教わったことも深く考えたこともありませんでした。玉砕覚悟で臨んだ戦争を天皇の一言葉で国内外の兵士が一斉に武器を置いたのです。そして新しい歩みを切り出しました。その大きな転機を与えるお言葉を学んだことがない。これは絶対におかしいと思います。本日のテーマ、世界が羨む日本の天皇、その2回目、玉音放送に込められた思いを皆様とご一緒に考えることができることを、私はある意味誇らしくさえ思うのです。この意味を理解したとき、戦争に負けはしましたけれど、日本が焦土と化した中からなぜ奇跡の復活を遂げることができたかを知りました。それを現代語訳でご一緒に考えたいと思います。第一に、非常の処置、あるいは国家非常体験です。お読みいたします。私は深く世界の体制と日本の現状に鑑み、非常の処置をもって儒局を収集しようと思い、忠義で善良なあなた方臣民に告げる。戦争の終結のように、政府や軍隊を超越した権限を持って一気に戦争を終わらせる権限のことを言います。それを天皇がお持ちで発令したと宣言されたのです。戦争を始めるより終えることの難しさ、玉砕覚悟の国民を前に全責任を負うお覚悟であられたことがわかります。これまでと内外に宣言されたのです。深い配慮と愛、勇気決断力があって初めてできることでした。第二に、この戦争の目的です。そもそも帝国臣民の安全を確保し、世界の国々と共に栄え、喜びを共にすることは天皇家の先祖から残された規範であり、私も深く心に留め、そう努めてきた。先に米英2カ国に宣戦を布告した理由もまた、帝国の自尊と東亜の安全を願ってのものであって、他国の主権を侵略したり、領土を侵したりするようなことは、もちろん私の意思ではない。日本の国民の安全の確保のため、また東アジア諸国を欧米の植民地支配から解放するためのものであったこと、領土や主権の侵略の意図は全くなかったことを述べられています。これは歴代天皇から託された規範であり、私もそのように努めてきた。ここに戦争の明確な目的を開戦の時と同様に示されました。第三に、戦争終結の理由です。敵は新たに原子爆弾を用いて罪のない人々を殺傷し、その被害は計り知れない。それでもなお抗戦を続ければ、ついに我が民族の滅亡を招くだけでなく、
それから引き継いで人類文明をも破壊することになってしまうだろう。このようなことになったとしたら、私はどうして我が子とも言える多くの国民を守り、高祖高僧の神霊に謝罪することができようか。これが私が政府に宣言に応じるようにさせた理由である。我が子とも言える多くの国民を何としても守るというお覚悟の表れでした。第4に、国民へのねぎらいです。帝国市民であり、戦場で没し、職場で殉職し、悲惨な最後を遂げた者、またその遺族のことを考えると内臓が引き裂かれる思いがする。さらに戦場で負傷し、戦火に遭い家や職場を失った者の更生については、私は深く心配するところである。戦場で無念の死を遂げた者、またその遺族の生活と苦しみを思い、断腸の思いがする。また傷ついた人の更生に深く配慮されておられます。どこまでも国民に寄り添う天皇であられました。そして第5に、日本の将来の希望です。今後、帝国の受けるであろう苦難は尋常ではない。あなたたち臣民の本心も私はよく知っている。しかし、私はこれからの運命について、耐え難きを耐え、忍び難きを忍んで、将来の万世のために太平の世を切り開こうと願っている。共に耐え、忍び、将来のために切り開いていこうではないか、と希望を示されました。ただ耐え忍べというのではなく、将来のビジョンを示し、戦火に打ちひしがれた国民に目標と希望を与えられた、類稀なリーダーであられたと思うのです。私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に類を見ない天皇陛下について再評価する時ではないかと思います。なぜ日本人は世界から称賛されるのでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは、日本の天皇でした。聖書の一節をご紹介します。この箇所は使徒パウロが同胞のユダヤ人のために神に取りなしの祈りを捧げた時の言葉です。今から2000年ほど前です。彼は世界史でその名が留められるほどの卓越した人物です。新約聖書の大部分を記し、神の奥義を明らかにした人です。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。新約聖書ローマ人の手紙9章。神の命であるキリストからこの身が引き離されること、また呪われたものとなることさえ願いたい。この強烈な同国愛、民族愛、そして自己犠牲の愛をパウロは抱いていました。それは彼自身から出たというよりはるかに大きいものでした。神がご自分の民であるユダヤ民族に対して抱いておられる熱き愛の迫りを彼は受けたからではないでしょうか。神と人とに仕える祭司として取りなしの祈りを絶えず捧げているうち、同胞に対する神の思いがパウロの心と一体となりました。その時初めて生まれる切なる祈りです。祭司として取りなしの中で神と人とが一体となる時、人間では到底口にすることのできない高尚な祈りの言葉が出てきます。天皇陛下がマッカーソとの会見でこのように仰せられました。私はどうなってもいい。どうか国民を助けてほしい。これは我が身を盾とし取りなす祭司のお姿です。一歩進んで我が身を犠牲にし、いかなる処遇を受けてもためらわず
ただ国民の幸せを願う人知を超えた愛の大きさを感じます。国民の苦しみを一身に受け止め、内臓が引き裂かれる思いがするとのお言葉に、国民に寄り添う天皇、一歩進んで親が我が子に全てを注ぎ出すような大きな愛を感じます。そこに国民は深い愛情を感じ、涙にむせび泣きました。悔しい涙だけではなかったのです。このような天皇を抱く国民であることを喜び、日本国民として一つ心に国民を結びつける、これ以上ない御事の湯でありました。天地をお作りになったお方を日本人は昔からお天道様と呼んできました。そのお方を聖書の天地創造の神に重ねるのです。人間を愛おしみ、命に代えても救おうとなさる大きな愛をきっと天皇陛下がお受けになり、その惜しみない愛を国民に注がれたのではないかとさえ私は思うのです。それではお知らせです。次回第6回目、10月17日土曜日です。テーマはインドシナ半島を独立させた日本人です。チャンネル登録、ご意見をご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴誠にありがとうございました。